おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日は埼玉県白岡市にある柴山沼に水が入ったので、今年も水路で竿を出していきます。現在の時刻は5時前、太陽が昇ってきました。今日もめちゃくちゃ暑くなりそうな天気です。じゃあよろしくお願いします。あれ見事にもう素で落ちましたこれなんかでも去年と同じここもなんか良さそうですね。ここもなんかいいな。でも今年はこっちにしよう。よし、じゃあ今日はここで竿を出していきましょう。さて、いつものように台を組み立てていましたが、ここで問題が発生しました。今愛用しているウルトラ銀閣の釣り台が大きくて水路にうまく設置できません。実は密かに様子を見に来ていたので、こんなこともあろうかとマタギのミニ銀閣を持ってこようと考えていたのに、家に忘れました。今日は水に対して台が微妙に出しにくいので、ちょっと変則的な台の出し方をします。これしかないな今日使う竿は5尺。まっすぐ対岸を狙えるかと一瞬思いましたが、さすがに無理だったので斜めに餌を打ちます。いろいろなことを考え、足を長いものに変更しました。さあ今日の餌もシンベラグルテン底50の綿グル芋グル25ずつのいつもの餌です。恋来るかな。マブナも来そうだな。そんな感じでやっていきましょう。さて、水深がどのくらいなのか棚取りゴムをつけて測っていきましょう。そして何度か投入して微調整していきます。若干フライングしましたが、本日の朝コン高菜ザーサイ入りのおにぎりと台湾カステラサンドツボンホイップブラックコーヒーでスタートしていきましょう。じゃあ1投目いきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。草の影を狙っていたので、上の草に引っかかっちゃってなかなかいい場所に入ってくれません。なんとか4回目で成功しました。今カメラ入ったかな。魚が展開てくれた感じだね。そうですよね。3匹でした。3匹が対岸のあの草に向けて産卵してましたね。1投目は糸ずれのみだったので、静かに気をつけながら回収して、2投目は対岸のコンクリートを狙っていきます。草の陰から浮きをじっと眺めていましたが、残念ながらこちらは反応なし。3投目は1投目と同じ草の影を狙ったら浮きが動きました。つい手が動いちゃいましたが、当たりって感じじゃなかったですもんね。4投目はちょっと左側に餌を打ってみました。水面に油というか浮き込みというか、何とも言えないものが浮かんでいるので、こちらからも魚からも双方見えにくいんじゃないかと思っていましたが、思ったようにはいきませんでした。やっぱりこれではないですね。本当に不思議なのが、上張りを13センチに道糸がプラスされて、水深はだいたい40からあっても50センチ程度という感じのはずです。変更フィルターもかけているので、浮きのシルエットも映ってますよね。なのに煽りが出ている時に魚が見えないんですよね。もちろん半分くらいは見えてるんですが、
残りの半分は見えません。本当に不思議。去年芝山沼で会った方と1年ぶりの再会を懐かしんで話し込んだ後の結果的に床休めになった最初の一投になります。今回銀閣から出ている金属製の万力を使っていて、もうちょっと竿掛けが下方向に向けばいいんですが、限界まで下に向けても穂先が水中に入らないので道糸が浮いたままになってます。横木に固定する金具がピンのタイプなら下側に傾けて装着できるんですが、今使っている万力は下側に向けたとしても、なんていうんですかね、手前に力がかかると滑って竿掛けの先端が持ち上がるんですよね。伝わりましたかね。言葉って難しいな。長い竿を乗せた時の安定感は段違いなので手放せないですけどね。あとは5尺を乗せると今使っているカーボンの竿掛けだと少しだけ長い気がするので、もっと短い竿掛けと下へ向く万力が欲しくはなりましたが、この時期ぐらいしか5、6、7尺は出さないですから我慢しましょう。金が無尽蔵に湧いてきたら買います。うわ、引っかいちゃったけど、引っかいちゃったけど、引っかきー、引っかいちゃった。引っかいたけどすごいかっこいいやつ。サイズは測りません。ごめんね。ごめん、ありがとう。残念ながらストレート。はい、ありがとうございます。ここは利根川が竿を出していた吐き出しのスタート地点、芝山沼の本湖側です。去年に比べて泳いでいる魚の数がかなり少ないような気がします。鯉の後ろにはヘラブナがいるとはよく言いますが、実際芝山沼でも鯉の親分が優雅に泳いでいる後ろにヘラブナがくっついてました。さてさて、場所は変わって今度は芝山沼に水が流れ込んでいるポイントです。こちらは濁りもあって魚も少しだけ多いような気がしますが、それにしても少ない気がします。今年はやっぱりおかしいんでしょうかね。棚弁当いただきます。弁当を高速で書き込んで対岸狙いでしばらくやっていましたが、左手前の壁際を狙うことにしたのでカメラアングルを変更しました。お弁当全部いただきました。ごちそうさまでした。これはちょいと床休めした後の一投ですが、草に引っかかって餌がうまく落ちてくれません。もがりの鎌を持っているので草を刈ってしまえばいいんですが、そうすると今度は魚が通らなくなってしまいそうなのであえて刈りません。足が生えている釣り場なんかは釣りがしやすいようにどんどん刈っていった結果、魚が全く通らなくなって釣れなくなったという話も聞きますからね。難しいです。餌がシンベラグルテン底と芋綿のブレンドなのでかなり持つことは保証されてると、そんな感じなのでちょいちょいと引いて調整すればよしということにしておいてください。すれた魚体見えたけどヘラブナだった気がする。
大スレさんかい。差し入れでいただいたブラックサンダーアイスを食べ活力を得ましたが、相変わらず当たりらしい動きはありません。これもなんか違いますもんね。餌打ちペースは上げずにゆっくりじっくり待っているので1時間があっという間です。今日は日が変わる頃まで仕事をしていて、寝たのは1時過ぎだったので3時半に起きて、今眠気のピークがやってきました。バッグを布団代わりにしてぐっすり寝させていただきます。風がある程度吹いているのでめちゃくちゃ気分爽快です。麻婆豆腐大盛りの差し入れいただきました。お昼は田辺さんの飯を食ってしまったのでおやつにいただきます。ご飯は大盛りです。いただきます。車から戻ると田辺さんが釣っていました。ではなくお腹周りに擦れていたそうです。車に戻った理由は、お腹が痛くなってコンビニのトイレに駆け込み、戻ったついでにお昼にと用意してくれた差し入れを夜まで置いとくのは怖いので食べちゃえという結論です。食いしん坊万歳。かけたんすか？食ってます？食ってない。でっけえな。マジででけえ。やべえな。100貫近いよ。食ってない。食ってない。食ってない。うわ。トネちゃん食ってない。うわあら、あ。食ってない。食ってない。8あるな。あ、50ある。50あんのか。50あんの食ってねえのか。こっちがくっついて。あ、縮んだ。さっき縮んでまだ50ありますもんね。マジか。これもう。オラの餌食んでねえか。今戻った方がいいじゃん。いや、言う時も大きく持っいやでもそうですね、車間釣りたいですね。柴山沼のそう終わる。あ、そろそろあと20分弱で終わります。最後一投よろしくお願いします。ラスト1投よろしくお願いします。餌なくなった。田辺さんが18時25分、もう6時回ってんすか。信じられない。まだ映ってる。あと5分ぐらいですね。私これが多分ラストになる気がします。いや、踊ってますね。いや、ここで釣ったらでもドラマチックですよね。一応ラスト1投と銘打って後付けですけどラスト1投ってしてるんで、いつもだったらもうなんかいい感じだからもう一回ラスト1投いいですかなんて言いますけど、今日は録画的な話でもうこれ本当のラスト1投なんでもう多分あと3分持たないで止まっちゃうと思うんで、ピコンピコンピコンっていつ向こうが切れてもいいようにこっちも二段構えですよ。終了でございます。ありがとうございました。一応なんか入ったのに合わせられた気がしたんでよしとしてます。釣り楽しいですね。ちなみにこの言葉を発してから25秒後、
電源が落ちました。容量不足怖いです。さてさて、今年も柴山沼は残念な超過で終わってしまいましたが、するとはいえ生まれて初めて50センチのヘラブナを見た感想はでっけーでした。大きいヘラブナは水から出すと縮むと言われていて、それが重力によるものなのか理由は分かりませんが、本当にどんどん縮んできてびっくりです。ただ柴山沼に限った話ではありませんが、のっこみの時にこれだけ大きい魚たちが見えるのに、この時期以外にこういう魚が釣れないというのがなんとも不思議です。柴山沼では最近釣った魚を放置する人がいるらしく、それによって釣り金の可能性もあるらしいです。近所に住んでいる人だったり農家の人だったり公園を利用する人に嫌われたら終わりですからね。今年も何度か柴山沼で釣りをすると思いますが、釣りを楽しめる場をできる限り守っていきましょう。5月の10日にも行く予定でしたが、仕事が東北遠征あたりからずーっと押しちゃってるので行けませんでした。翌日は時間が作れたので見に行ってみましたが、恐ろしく水が澄んでいて魚っ気もほとんどなかったので、圏央道に乗ってつくば方面へ行ってきました。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価や低評価でもよろしくお願いします。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。